瀬川、担当替えの資料まとまったか？あ、はい、こちらです。瀬川、今度の挨拶回りの時なんだけど、あちこちで声が飛び交い、その度に、俺はデスクを飛び回る。俺の勤める会社は、大きな人事異動があった直後で、とても慌ただしい。俺も部署が変わったばかり。慣れない仕事ばかりだが、先輩たちに教わりながら、なんとかかじりついている。ようやく自分のデスクに腰を落ち着けたと思った途端、今度は隣席から声がかかった。なあ、瀬川。MI ジャパンの挨拶回り、来週だよな。声をかけてきたのが先輩で、今度俺が担当することになった外資系企業、MI ホールディングスジャパンの前任担当者だ。そこは、うちの部署でも大きな取引先。任された時には緊張もしたが、同時にやりがいも感じた。はい、その予定です。カレンダーをめくって答えると、前任の担当者は渋い顔をした。ごめん。伝え忘れてたんだけど、来週、そこの社長の誕生日なんだよ。挨拶に行くなら、お祝いの品でも持って行った方がいいよ。もっと早く伝えとけばよかった、と申し訳なさそうに謝る先輩に、大丈夫とうなずく。そして、俺は頭をひねった。社長への誕生日祝い。何がいいのだろうか。まずは、相手を知ることから、と、俺は MI ジャパンの社長である、三池亮太さんについて調べ始めた。その日は、事前に定時に上がると伝えており、俺は宣言通り定時に会社を出た。そのまま脇目も振らずに自宅へ帰る。1年前までは一人暮らしをしていたが、父が他界してから俺は実家に戻った。父の残した洋菓子店を一人で切り盛りしようとしている母が心配だったからだった。駆け足で信号を渡ると、洋菓子店、スマイリーの看板が見えてくる。小さいけれど、祖父の時代から続く洋菓子店。俺の実家だ。ただいま。店に駆け込むと、扉の鈴がカランカランと小気味いい音で鳴る。あら、お帰りなさい。母はお客さんの会計をしながら一瞬目を上げた。閉店間際ということもあって、お客さんは会計中の一人だけだった。よく来てくれている人なのか、見覚えがある。上品そうな女性だ。こんな時間にすいませんね。それじゃ。上品なお客さんは小さく会釈をして帰っていった。今の常連さんだよね。そうね。いつもいろいろ買ってくれる方よ。俺は店を閉める準備を始めた母の横を通って厨房へ向かった。店の裏手は洋菓子の厨房になっていて、階段を上がると2階が家になっている。あんた今、会社忙しいんじゃないの？うん、今日は大丈夫だよ。忙しい時くらい手伝わなくったっていいのよ。母は家に上がる俺を心配そうに見ている。2階の家で着替えと消毒を済ませて、俺は厨房へ向かった。いいじゃん、趣味みたいなものだし。母を押しのけ、俺は明日の仕込みを手伝う。会社が早く終わる日や休日には、俺はスマイリーを手伝うことが多い。昔から洋菓子作りは好きだから、手伝いは何の苦でもない。むしろ忙しい時の方が、こうやって息抜きできる時間があるのはありがたかった。昔は、実家は俺が継ぐものだと思っていた。しかし、父は俺に継がせる気は全くなかったようだ。うちの店にはオーダーメイドでの注文も多い。
オーダーメイドのケーキを作るとき、父は必ず同じことを言っていた。まず、食べてくれる相手のことを考える。どうしたらその人に幸せになってもらえるのか考えなさい。祖父母から続く考え方だが、この教えのせいで、うちの店は一つ一つのケーキを丁寧に作るあまり、大量生産に向かないのだ。だからこそ、うちはいつでも経営ギリギリだった。父はいつ潰れるともしれない小さな洋菓子店なんて継がせられないといつも言っていた。いつしか俺も継ぐという選択肢は薄れ、手伝いで満足するようになってしまった。翌朝、俺は引き続き、今度誕生日だという三池社長のお祝いに頭を悩ませていた。三池社長に関わったことのある人一人一人に声をかけるが、あまり良い情報は見つからない。宮崎に祖父母の自宅があるらしく、今でもよく旅行に行くということや、釣りが好きで休日はよく釣りをするということくらいだ。MI ジャパンは担当したの結構前だしな。どんな些細なことでもいいんです。めぼしい情報を手に入れたのは3代前の担当者の先輩からだった。でも、お土産って高級チョコを渡した時は喜んでた気がする。確か甘いもの好きだったと思うよ。有力な情報を得て、俺の気持ちも一気に持ち直す。ありがとうございます。甘いものならば得意分野だ。リサーチもお手の物だろう。誕生日といえばケーキだし、美味しいケーキ屋さんを探せばいい。しかし、大変なのはここからだった。他の人よりケーキ屋には詳しいつもりだったが、調べても調べてもしっくりくるものがないのだ。なんか、決め手に欠けるんだよな。社長をリサーチした際のメモを開いて、ペラペラとめくる。祖父母宅、宮崎、釣り、甘いもの。俺は椅子の背もたれにもたれかかって天井を見上げた。祖父母宅。ふと頭に浮かんだ案。三池社長の祖父母のことを話してくれた先輩に再び連絡を送る。先輩からの返信を見て、俺は心を決めた。その日、家に帰ると俺はすぐケーキ作りの準備に取り掛かった。ねえ母さん、マンゴーケーキ作ろうと思うんだけど、アドバイスちょうだい。マンゴー？どうして？俺は事情を説明する。三池社長は幼い頃、よく祖父母の家に遊びに行っていたそうだ。特に祖父母の出してくれるマンゴーが好きで、今でもしょっちゅう買っては食べているらしい。甘いものは甘いものでも、思い出に残るものであれば、より一層喜んでもらえるのではないか。そう考えて調べたものの、条件にあるマンゴーケーキがなかなか見つからない。だったら、自分で作ればいいのだ。そう思い立った。スマイリーのケーキは美味しい。もちろん身内のひいき目が入ってしまっているかもしれない。けれど、小さな地元雑誌に取り上げられたりもするし、食べた人はみんな美味しいと言ってくれる。だったら、社長をうならせられるケーキを自分と母で作ってしまえばいい。うちの店は、それが売りなのだから。母は話を聞いて、少し嬉しそうに笑った。あんたがそんな大切な贈り物に、うちのケーキを選んでくれるなんて、嬉しいね。マンゴーとクリームの配分、あとスポンジの硬さとか、試したいんだよ。手伝って。はいはい。わかってるわよね。まず、食べてくれる相手のことを考えるのよ。どうしたら、その人に幸せになってもらえるのかを考えなさいね。わかってるって。
俺の返事に母は仕方なさそうに笑いながら俺のケーキ作りを手伝ってくれた。緊張するな。なんとか仕上がったケーキを携え、俺は MI ホールディングスジャパンのビルにやってきた。取引先への挨拶はいつだって緊張する。けれど、今度の場合は、うちの渾身のケーキを送るのだ。自分で決めたこととはいえ、さすがに実家のケーキを送るのは失礼だったりするのだろうか、など、今更ながらに不安が押し寄せてくる。そんな考えを振り切って、深呼吸をしてからビルに足を踏み入れる。エントランスでは、つやつやと光る床に、きらびやかな照明が俺を出迎えた。受付の女性にアポイントの確認をすると、少々お待ちください、と笑顔で言われる。しばらく待っていると、奥から男性が出てきた。はじめまして、瀬川博と申します。名刺を差し出すと、男性は片手でそれを受け取り、名刺の文字を眺めてから自分の分を取り出した。大宮健吾と言います。差し出された名刺を受け取る。大宮さんといえば、MI ジャパンでうちの会社を担当する方だ。会議室へご案内します。大宮さんは丁寧な口調ではあるが、若干の突き放すようなトゲを感じる。前任の担当から大宮さんのお話も伺っております。本当にお世話になっているとのことで、今後ともよろしくお願いいたします。ああ、そうですか。あの程度でお世話とは、簡単でいいですね。あと、先日いただいた資料もとてもわかりやすくて。ああ、いえ、それほどでも。あのくらい丁寧にしないと、御社の方々とは認識に齟齬が生まれそうですので。それは、あなたの会社の人間には理解力がないのでって言いたいのかな。会議室へ通されながら空気を和ませようと会話を試みる。しかし、会話の節々にうちの会社を見下すような言動が多い。この人は難があるとは聞いてたけど、こうもあからさまなんだな。確かに、大手外資系企業に勤めるプライドがとても高い人なのだという。ついでに、うちのような小さな会社の担当者に自分が選ばれたことに納得していないようだ、とも聞いた。俺は早速冷や汗をかき始めていた。会議室で待つよう指示されたものの、このままこの人と二人ではヘトヘトになってしまいそうだ。少しして社長秘書だという穂刈舞さんも現れ、お茶などを出してくれた。しかし、社長を待つ間もどうにも会話が続かない。お茶を飲むふりをしながら必死で話題を考える。出花をくじかれるわけにはいかない。なんとかしなければ。実は、三池社長がお誕生日だと伺いまして、お祝いとして、粗品ではございますが、ケーキを持参しました。持ってきた紙袋を指し示す。大宮さんは紙袋を見て眉を潜めた。スマイリー、聞かない店名ですね。私の実家が経営している洋菓子店なんです。小さな町のお店ではありますが、祖父母の代から続いている店で。実家？驚いたように大宮さんが声を上げる。その顔がみるみる曇った。ご実家のケーキを持ってきたのですか？うちに？その表情に背筋が凍った。この反応は悪い想定の方が当たったのかもしれない。そうです。でも、社長の好きなものを盛り込んだ特別なケーキですし、実家は確かに小さい店ですが、味には自信が。本当に町の小さな洋菓子店のケーキをうちの社長が食べると思われたんですか？心底信じられないと言いたげな表情に胃がキリキリと悲鳴を上げる。うちは外資では日本でも有数の企業ですよ。本当に
そんなケーキを食べると。何も言えず、思わず黙る。何か言い返したいと思うのに、言葉はうまく出てきてくれない。何も言わない俺に、大宮さんは大きなため息をついた。なかったことにしましょう。今日はあなたは何も持ってきていなかったということにしましょう。そうすればあなたも私も無駄な恥をかかずに済みますよね。そんな。ホカリさん。大宮さんが声をかけると、部屋の外にいたさっきの社長秘書のホカリさんが顔を出す。これを片付けておいてください。これは何ですか？ホカリさんは不思議そうに紙袋を見つめた。何でもないんです。お願いします。問うようなホカリさんの目と視線が、自分がどんな顔をしているのかさっぱりわからない。青白かったのか、無表情だったのか。ホカリさんは呆然とする俺をしばらく見ていた。やがて、承知しましたと会釈して部屋を出て行った。それ以降の記憶は正直曖昧だ。しばらくしてから三池社長が現れ名刺交換をした。社長の奥さんの出身が俺の地元と同じだったという会話をした気がする。しかし何を話してどう退出し、どう会社に帰ったかあまり覚えていない。そのくらいずっと頭が真っ白だった。もしかしたらものすごく失礼な態度をとっていたりしないだろうか。会社に帰ってからそればかり考えてしまう。先輩に事の次第を説明すると、やっぱ大宮さんやばいな、お前は何も悪くないからなと励まされた。しかし今までにない大失敗を経験した俺には、そんな励ましの言葉も気休めにすらならなかった。事件が起きたのはそれから数日が過ぎてから。会社のメールに見慣れないアドレスから連絡が来たのだ。懸命に MI ホールディングスジャパンホカリと署名されている。驚いてメールを開く。そこには不思議な内容が綴られていた。三池社長が取引先としてではなく個人として瀬川さんと会いたいと言っているという内容だった。個人として？正直何を言われているのかはよくわからない。しかし重要な話であるようだったので、数日後の休みに会うことになった。伝えられた要件は先日のお詫びとご相談ということだった。個人的というところが気になる部分だ。自分が失礼な態度をとっていて、その呼び出しだろうかとも思っていたので、それを聞いて少し肩の力が抜ける。ただ、お詫びとは何だろうか、何かされただろうか。思い当たるのは大宮さんのケーキの件だが、あれは社長に渡らずに処分されてしまったようだし、それに相談とは何のことだろう。頭を悩ませながら帰路に着く。家に着くと聞き慣れたカランカランという鈴の音が出迎えてくれた。しかし、いつもと違う。母が裏の厨房から出てこないのだ。不思議に思って厨房を覗き込むと、母が俺に気づいて振り返る。その顔が真っ青で、俺は慌てて母に駆け寄った。体調悪いの？ああ、ヒロ、おかえり。大丈夫。母は首を横に振って困ったように口元に手を当てる。今、あんたの取引先だっていう MI ホールディングっていうところから連絡があってね。母の口から出た言葉に驚愕する。社長さんが会いたいって、ヒロもいるからって言うんだけど、その話聞いてる？つまり、俺と母、二人とも三池社長に呼ばれたということらしい。母が呼ばれたということは、
お詫びはケーキの件で間違いないようだ。しかし、取引先相手の俺だけではなく、店主の母を呼ぶほどとは、一体何事だろう。状況がさっぱりわからず、俺は母と共に首をひねった。約束の日はあっという間にやってきた。あのきらびやかなエントランスに母と踏み込む。母も今日は汚れてもいいパティシエ用の服を脱ぎ、綺麗なスーツに身を包んでいる。この服、大丈夫よね？おかしなところとかないわよね？大丈夫だって。もう4度目になる母からの質問に答えながら、俺も鼓動のせいで息苦しい。一体何を言われるのか、何があるのか、想像できないだけに緊張してしまう。受付で名前を告げると、お待ちしておりましたと、にこやかに微笑まれる。母に大宮さんを会わせるのは嫌だなと考えていたけれど、やってきたのは大宮さんではなく、社長秘書の穂刈さんだった。わざわざお越しいただき、ありがとうございます。どうぞ。穂刈さんに従って歩いていくと、以前よりも少し広い会議室へ通された。三池社長はすぐに現れた。前回と違ったのは、社長の後ろに、社長と同年代らしき女性が一人、共にやってきたことだ。その女性を、どこかで見たことがあるような気がする。あら？途端、母が大きな声を上げる。すると、社長についてきた女性が、母に向かって微笑んだ。どうも、お世話になっております。スマイリーには、よく立ち寄らせていただいておりまして。その言葉を聞いて、一気に記憶が蘇る。そうだ、よくスマイリーに来ていた人だ。先日も閉店間際にお菓子を買いに来ていた、あの常連さん。三池社長が母に名刺を差し出す。こんなところまで来ていただき、ありがとうございます。三池亮太と申します。母は慣れない手つきでそれを受け取った。こちらは、妻の遥です。社長と並ぶ常連の女性が、微笑んで会釈した。俺も母も、口をあんぐりと開けた。店の常連さんが、なんと、三池社長の奥さんだったのだ。世間は狭いとはよく言ったものだ。先日は、うちの社員が、あなた方に無礼を働いたようで、誠に申し訳ございません。そう言って、三池社長も奥さんも深々と頭を下げる。ああ、いえ、でも、あのケーキは処分されたのでは？どうしてそのことを社長がご存知なのですか？あのケーキは社長にお渡しいたしました。声を上げたのは秘書の穂刈さんだった。大宮からはすぐに処分するようにと仰せつかりましたが、処分理由が明確ではありませんでしたので、一度保管して三池社長に相談の上、改めて大宮に処分理由を伺ったのです。穂刈さんの渋い表情を見て、もしかしたらこの人は大宮さんの性格を危惧していたのではないかと思い至った。スマイリーの店名は遥様より伺ったこともありましたので、もしやと思いまして、大宮の話を聞いて処分は不当と分かりましたので、きちんと社長に届けました。そこまで言い終わって、穂刈さんも俺たちに向かい頭を下げる。大宮の失礼な態度、私からも深くお詫び申し上げます。大人3人に頭を下げられてしまい、俺と母は慌てた。顔を上げてください。もちろんショックはありましたが、結果として社長にお届けできたのであれば、よかったです。社長は顔を上げ、大きくうなずいた。ええ、ええ。本当に、あのケーキは美味しかった。
あの味付けはあなた方の考案でしょ？社長に言われ、母と顔を見合わせながらうなずく。自分の考えたレシピで誰かが美味しいと言ってくれて、胸が高鳴る。妻に聞いたのですが、スマイリーにあのケーキは置いていないというじゃないですか。私のために特別に考えてくださったのだと分かりまして、私が喜ぶ味を私のために考えてくださったのですよね。ええ。懐かしい味がしましてね。大好きだった祖父母を思い出しました。本当に幸せな味でした。それを聞いて、緊張で固まっていた母の顔が嬉しそうにほころぶ。美味しいと思っていただけたのであれば、それほど嬉しいことはありません。社長もはるかさんも嬉しそうに笑った。だから言ったでしょ？スマイリーのケーキは間違いないのよ。なぜかはるかさんも得意げだ。三池社長も何度もうなずいている。食べる人を思いやるあなた方の姿勢には感銘を受けました。そこでご相談なのですが。ここまで言われてハッとする。そういえば今回の要件はお詫びだけでなく相談もあった。一体何の相談なのだろうか。数週間後に MI ホールディングスの本社社員を招いた会食があるのです。そのデザートをぜひスマイリーに注文させていただければと思うのですが。本社？ MI ホールディングスの本社といえばニューヨークにある大企業だ。そんな格式高い会食の場にうちの洋菓子店の商品を出しても良いのだろうか。同じことを考えたのか、俺の隣から母の固い声が聞こえた。本当に思ってもない嬉しいご提案なのですが、本当にうちで良いのでしょうか。そんな世界のトップ企業の会食にうちのものを。私がそうしたいのです。美味しいケーキを出すお店ならたくさんあります。ですが、今回いただいたケーキほど食べる人に寄り添った温かなケーキは他で食べたことがない。私はあなた方にお願いしたいのです。俺は思わず拳を握りしめていた。祖父母が、そして父が受け継いできたものが認められ、これ以上ないほどのチャンスの場につながったのだ。母さん、受けよう。母と向かい合う。母はまだ混乱したように視線を泳がせたものの、すぐに笑顔になった。そして三池社長たちを見つめ、深くお辞儀をした。ぜひお受けいたします。三池社長やはるかさんも嬉しそうに微笑む。母は俺の腕をこづいた。私一人じゃ不安だから手伝ってもらうわよ。もちろん。母の目にはうっすらと涙が浮かんでいた。本社からやってくる方へのおもてなしの準備が始まった。母は社長に今度やってくる本社の方の話を聞き、レシピを考え始めた。俺も休日にそれを手伝う。食べる人の幸せを考えるこの時間が、俺にとっても母にとっても一番楽しい時間なのだ。何度も三池社長とも打ち合わせを行い、ようやく会食のデザートが完成した。俺と母はさすがに会食には顔を出せなかったが、後から聞いた話では、本社社員の方々もデザートを喜んでくれていたという。会食は大成功で、三池社長から改めてお礼が届いた。俺はその後も担当社員として MI ホールディングスジャパンと良好な関係を築いている。MI ジャパン側の担当社員は
今も大宮さんのままだ。だが、大宮さんも会食に同行してケーキを食べたらしく、深いお詫びが長文の手紙で送られてきた。2回目に会った時も、深く深く謝罪をされた。しっかりと反省はしているようで、今では良き担当相手だ。俺はいつかはスマイリーを継ごうと思っている。それを伝えると、母は少しだけ渋い顔をして、仕方ないね。あの人の子だもんね、と、ほんの少し微笑んだ。